シェンム1、2の1の時に中国から謎の男が現れて遼のお父さんが殺されてしまうんですね。で中国の謎の憲法を使う男を追いかけてシェンム2では遼が香港に旅立つわけです。で香港で遼がいろんな人と出会いながらその親の敵を追う旅なんですけども、そこで空論城というところにたどり着いて敵が経理に行ったっていうことを知るわけですね。それで鏡と蘭亭を追って経理に向かうっていうところがワンツーのあらすじになります。横須賀にその謎の中国の蘭亭っていう男なんですけど現れて鏡を一つ奪い去るわけです。その一つの鏡は龍鏡で手元に一つ宝鏡、実は2枚の鏡があってで蘭亭たちはまだ知らない。でその2枚が対になっている鏡の謎を求めて遼が旅立つっていう形ですね。ちょうどシェンム2が終わって18年経っているんですね、実際の年月は。でもシェンム3はシェンム2の翌日からのスタートになります。そうですね、1と2をプレイしなくても3が遊べるように作ってあります。一つ3の中に1、2のダイジェストムービーっていうのがちょっとあるんで、そこをちょっと簡単に見ていただいたり、ゲームの中に回想シーンなんかが散りばめてあったり、あとはその昔の懐かしいキャラクターに電話をすることができるんで、1、2を遊んだことがない人でも過去に何かあったんだなとかっていうその適度な情報量として入ってくるので、ゲームとしてはもう1、2をしなくても問題なくできます。遼はこちらの設定がどうあれ1、2でいろんなファンからずっと言われてることとしては世界一 KY な男って言われてまして、周りが熱上げてる女の子がいても全く気がつかないとか、どこまで気がつかないんだっていうふうなキャラクター、大正昭和あたりのちょっとバンカラっていう言葉がありますけど、何事も割とノーケアな感じのぶっきらぼうな男を描きたいっていう感じですね、遼は。そうですね、割とストレートでボーイッシュなキャラクターに描きたいと思ってます。野山に生きるというか山に生きる生命力の非常にある子に描きたかったですね。そういうふうにそういう設定で描いてます。ものすごいドラマチックな出会いになるんですけど、親の敵を追って桂林の方に向かっていく道すがら急に雨になって川が急に水かさが増して濁流になって、で川を見るとヤギが流れてきて、ヤギを助けようと思って飛び込んだシェンファをまた遼が助けにまた飛び込むっていう、そういうシーンになってますね。そうですね、遼は鏡の謎を追って、そして親の敵を追って、それでハッカソンにたどり着いて、で不思議な少女を川で救うわけですが、その子の家がハッカソンだっていうことで、ハッカソンの家に遼が寝泊まりすることになります。で家に帰ってみるとそのシェンファの父親がいない、例の謎の中国人がその父親をさらったんじゃないかっていうことで、そのシェンファは父を探すっていうことで、遼は鏡の謎を追って蘭亭を探すっていうところで目的が重なるんですね。